部大文字レイチャンネル。これはやばいわ。ガオレンジャー20周年。やばいわ。つえつえの抜けがゲット15話で、我々もちょっと方向性がちょっとこうある程度決まってきてね、決まってきてね、あれで、監督も大変楽しいんだなっていうのも分かりましたし、僕はこれでやっていいんだなってちょっと思いましたね。で、その次のその21話、自衛隊表からの部分か、これも僕たち大好きな話なんですけど、人気あります。我々が中間管理職っていうのは結構決定づけられる話なんですけどお化け屋敷でね、大体いつも的外れな作戦を考えて一生懸命頑張るんですね、我々は。で、あそこのお化け屋敷っていうのも立て込みがすごいよね、やらせたんじゃないですか。いや、あれはね、俺見たけどすごいんですよ。佐野の廃墟はそうなんですよっていうのはね、びっくりしました。じゃできないだと本当に思う。前よりか美術すごい。美術さんがね、前日泊して夜中からずっとトラック一杯じゃ全然足んないよね。もうでも監督がびっくりしちゃうっていうんだからすごいですよ。よく飾ってる。本当ですよ。いやー、本当に恵まれた時代の時にやってましたね。20年前って贅沢ができたってことですね。あの時もレイさんはこうね、なんかああいう仮面武道館みたいなね、そう、ピンクのすごいなんかあれも衣装合わせしたんですか？しましたよ、もちろん。もちろんしましたよ。僕ピエロでした。あれも可愛かった。あんまり変わんないんですけど、脱いでも。あれは本だよね。あの本を使うって発想誰がしたのかわかんない。上司に好かれる。滝上さんじゃないんですよね、あれ。酒井さんですね。そう。だから酒井が考えたのか、その辺の記憶はないですけど、あれを読んでるっていうこと自体がもうあれ決定そうだ中間管理者で。あれ面白いな、発想はね。で、夜に公園でブランコこいでる。そう、そっから始まるの。そうで、あれもなんかちょっと哀愁があって、しかも泣いたね。で、僕は覚えてるのが、泣いたって言われて、どこ連れてかれるのかなんか思ってたんですよ。で、もうバス乗ってくださいって言ったら、もう乗って5分くらいでね、もう撮影所の裏の大泉の公園でね、ここでやるのっていう感じでしたけど、なんかすごいこう哀愁のあるシーンで好き覚えてます。あの辺もなんか諸田さんはあるから、もうこの話は大好きですね。はい。ということで朗希がね、やっぱりね、もう大活躍してる話ですもんね。それとなんかその玉山君が出てくる。やっぱりシルバーの出方とかもかっこよかったし、その後シルバーをうまく皆さん使われましたよね。あんまりあんまり撮ってないんだよね、きっとね。ちょうどシルバーの回じゃないのか。だから出の回を撮ってるんですけど、でっつってもなんか確か水浴びしてるぐらい。なんで水？裸にさせたのは監督ですか？まあでも水浴びだから。裸じゃないですよね。でもあれは結構名シーンというかね。で、なんか犬がね、その後きっと映画に行っちゃうので、彼が出てきて活躍するあたりっていうのは僕あんまり撮ってないんで、きっと。おそらくね。僕帰ってきた時は結構すっかり選手として定着してるみたいな感じだったよね。その後どっかでは誰か選手たちに会ったりしてるんですか？会ってないんじゃないですか。なんか監督の作品に出たりとかっていうのもないんですか？ない。そのうち誰か呼んでください。ないですね。まあね、あれはあれでね、ガウンのイメージのままにしておきたい部分もあるしね。私はいろいろやりますよ、何でも女優だからね。偉い。営業。そうですよ、レイさん。その次の芝刈りオルブっていうやつで、これもね、
サッカー場に行ったんですよ。そうだね。サッカーであれがサッカーの応援してたよね。そうなんですで、あれがレイさんの実家の近くなんですよ。あ、そうなんだ。そうなんです。佐野の方だったっけ佐野の方だったっていうふうにレイさんから聞いたんですよ。多分それだけなんですよ。何それ。いや、よく栃木方面で撮影してくださいましたね。石切場はまあ岩船とか岩船はね、栃木方面なまあそっち方面ので、ですよね。うちの父がね撮影を見に来て、実はカメラに当時がハマってたので、遠くからすっごい何百枚も父が写真を撮ってくれてたんです。はい、まあ今ちょっとおぼけさんになってきちゃったんですけど、当時の写真は私まだいっぱい残ってて、まあ私ばっかりですけどね。だからね、父のね、上手に撮ってくれたつえつえのすごい美しい写真をこっそり洗剤に使ったりしてます、実は。あとなんか監督ちょっと思い出に残ってるカジアオルクとかマテキオルクとかいますからね。ああ、いたね。いたのかな。見たけどね。いや、やっぱり最後のあの辺りがすごいですよね。戦記が出てくるあたり。最後はもう本当に雨降るらしいね。1話と同じロケ場所でやってるよね。ああ、そうなんですか。そうですね。1話がね、ビルから始まるんですよ。ああ、そうですね。アクションが。そのビルでやってるんですよね。そうだったんですか。わざとですね、それは。わざとかどうかは覚えてないけど、おそらくわざとですね。ですよね。おそらくわざとってこともなかなか。いやいや、いろいろとこう線をね、引いといてくださってるから、きっとそこですね。あと劇場用、劇場用がメガヒットしたんですよね。だからガオレンジャーって、まあそのアギトそうだけど、ちょうどその空ガタイムからこう上がってきたところの頂点だから、一番最初のねゴレンジャーのどのぐらい視聴率だったか知らないけど、一番でしょ。今でも一番でしょ。そうです。11.5ぐらいまでいったんですよね、最高視聴率が。もっといったんじゃない？もっといってるの？そうなんかそうですよね。だからそういう意味ではでしょ。何の話だっけ？いや、いいんです。劇場用もヒットしたって要は。だからあれはだって最初だからね。そうですよね。今の流れの最初ですもんね。今でもやってるんですよ。夏にライダーを1時間で戦隊30分の映画を夏にやるっていうのを今でもやってるんですけど、あれの一番最初なんですよ。ああ、今まで映画なかったってことですか、その前までは。もっと昔、僕が助監督の時代は、東映漫画祭りと一緒に15分ぐらいの映画を、15分とか20分ぐらいの映画をアニメと一緒に4本立てでやってたんですよ。なるほど、なるほど。じゃなくて、今みたいに単体とかでやるようになった最初。それでだからね、あれすごいお金かかってるよね。ですごい大変な撮影にしてるんですけど、尺が決まってないんですよ、実は撮ってる時に。そうなんですか。で30分ぐらいって最初言われたみたいだけど、まあ40分はいくはずだというような感じのすっごいなアバウトな感じでやってて、僕はだから大体40分ぐらいだろうっていう感覚で撮ってるんで、おそらく50分ぐらいの完成でできてるんだけど、結局最後の最後にやっぱりどうしても30分にしようみたいなのでほとんど切ってるっていう、いまだにしようかっていう助監督文句言ってますね。あんなに大変だった。そう大変だったのにね。大規模なことやってるのにみたいな。あの時はもうレイさんがその劇場用があるっていうふうに言った時にずっと僕に言うんですよ。私たち出てくるのかな、私たちどんなあれなのかな言うんですよ。だって映画に出るなんてなかなか女優人生でもね、そんなにないから。だからまあ出てくるんじゃないんですかみたいなこと言って台本開いたらもう冒頭だけ。ほんの3分ぐらいじゃない？そしたらレイさんが「台本読んだ？」っていうことが来るんですよ。あ、読みました、もう一撃でしたねって言ったら、ちょっとこれじゃ納得いかないわ、私ってすごい言っていて、それ覚えてます、劇場で。いやいやいや、まあ劇場
れは別バージョンだからね。で僕はその時やばいバー本当に冒頭の数秒だったんですけど、その時に怪獣が3体出てくるんですよ、なんとかオルフっていうのが3体ぐらいね、でそのうちの1体僕やってるんで、結構ね僕はもう結構がっつり行ってるんですよ、劇場には。で大沢みきおさん演じるなんかレジスタンスみたいなのも一緒にね、一緒に出たりとかしてたんでね、なんか思い出ありますね。ただ本当しおちゃん言うようにやっぱ大変でした、あれはね。まあしょうがないですよね、尺がね、そういうのだったら。今何言おうとしたんだろう。ごめんなさい。まあでも本当になんかあれは劇場用映画としてはもう結構なね観客動員数で大ヒットしてね、その後に続いていったっていうね話聞きましたね。今回それも見たんだけど、久しぶりに見たんですけど、あれですよね、2人で僕の名前を飛ばしてましたね。名前を飛ばす？ああ、そうかそうか。そうそうそう。要はオープニングでね。僕はね、やっぱ末に飛ばされてました。でも僕たちもやっつけられちゃったじゃないでしたっけ、確かね。違ったっけ、なんかバーンって。そうもう巻き添えですね。まあレイさんがやってるんだけど。そうですよ。レイさんのもうなんかあれじゃないですかね。もっと出せっていうアピールね。その後いろんな何対何みたいなのでも出させてもらってね。もうそれも全部ちょこちょこなんですけど、多分その映画の時の文句が効いたんでしょうね。だからやっぱ出さないと文句言われるんだろうなって思われちゃって毎回出させてもらって。桃田さんは先生が一回死んじゃう時あるんですけど、その辺あたりは多分桃田さん監督されてないと思うんですけど、例えばメイン監督である諸手さんに、ちょっと季節性をちょっとここで消そうかと思ってんだけどみたいな、日笠さんからそういう話はなかったんですか？そういうのはないですよ。じゃあ戻ってきた時にもしかしたら季節いない可能性ももちろんあったら、もうそれはそれで受け入れて、だから俺もね、そういう話するとね、タイムレンジャーの時にもう痛感したことがあるんですよ。タイムレンジャーって本当に頭から作っていったのがあって、でこれはもう俺のだっていうぐらいの、最初のパイロットっていうぐらいの感じで一輪は作るじゃないですか。ところが東さんは割とこう淡々とローテーションで回していくので、この話が誰とかそういうのないんだよね、あんまりね。そうするとね、重要な回が全然回ってこない。メインなのに。その時で結局監督ってその場その場で与えられたのをちゃんと撮るだけなんだなっていうのを痛感したの。だからアニメーションなんかだとその統括とかっていうポジションがなんか演出とかにもあったりするんですけど、全員でなんか喋ったりすることがあったりするらしいんだけど、そういうこと全くないので、監督同士って意外と監督交流ないでね、日常的なあれはありますけど、もちろんあんまり接点もないし、誰がどう撮ったとかそういうのあんまりないから、結局来た話を撮るっていう、それだけ。諸田さんの室田組で撮ってお花畑がなんでいろいろやった後に坂本太郎さんとかなると、やっぱその流れ組んでますよ。まあそれはだからそういうことやってるよっていうのを踏まえながらやっていくので、全く無視する人はあんまりいないからそれ台本も読むし、上がってる絵は見るから。それじゃあ大きく言ったらその51話分はがっつり決まってなくって。それは東映は決まってないです。そうですか。全然それはもう昔からそうですよ。今でもそうです。よく最後アフにまとまりますよね。それは無理やりじゃないですか。顔は自然だった。全体がすごく自然な感じがしてたから、相当プロット組んでかなと思いきや。違いますね。組まれてたら僕たち多分もっと早く死んでますよ。そうか、私死んじゃいき返りしてるんだ。私とか言っちゃって。レイさんを一回
殺しちゃってもう一回復活させるっていうのもやっぱり流れだったと思うんですよね。そうなんですか。多分そう思いますよ。分かんないだから俺はそれと関わってないからね。私が文句言ったのかな。すごかったんですよ。もうなんか怨念がだって急に次の台本見たら私死んでるわけですよ。まだまだ10も20も残ってるのに。そのびっくりする、ショック、嘘でしょ。だんだんとかじゃない。そう、突然次の週の台本から私が死んだ、終わりみたいな。嘘でしょって、本当にこれ本当に死んだんですか。でもその時はきっと生き返るよねっていうのは決めてるんですよね。おそらく。本当ですか。でも彦いや、さんとかではもそれ確認したんですよ。そうレイさんがまず真っ先に僕の時にロケ行く時に「次の台本読んだ」って言うから僕まだ読んでませんって言ったんですよ。私死んじゃってるんだけどって話マジですかって話になって、で周りのみんなスタッフとかに聞いたらレイさん死んじゃうけど大丈夫みたいな感じになって、多分日笠さんかなんかにもう聞いたんですよ。私は一体どうなるんでしょう生き返るんですよねみたいなことを聞いたら「すいません、生き返る予定はありません」って言われたんです。はい、だから変な話、スケジュールも次の仕事入れちゃっていいですよぐらいなことを一瞬言われた時もあって、送別会やったんですよ。送別会まであなたがもらった？そこではもらわない。じゃあ予定がある。そうか。本当、あれじゃあすごい騙されたんですか？いや、それは分かんないけど、ないと思ってたらあなたも渡しますよ。そうですよね。そうなんだ。私結構本当にお家で泣きそうになりながら一人でお疲れ様でしたと思ってでました。もみんなにはそんななんか中盤ぐらいで死んじゃった人にも渡します？あなたは。渡しますよ、終わってるから。私結構レギュラー。ただでもほら、脚本をその死ぬ時の脚本を書いてる時には生き返るかどうか分かんなくても、それを撮影してる時にはもう2、3もっと4話は先の本書いてるわけですよ。なるほど。その時にはもう分かってるんですよ。なるほど。っていうのはあると思いますよ。でもね、5話も10話も出なかったんです。結構7話ぐらい出なかった。あ、そうなんですだから下手したらそのまま花束ももらえずもうお亡くなりになって。それはあんまないと思うけどな。だから本当に僕ヤバイバはその7話ぐらいずっと孤独だったんですよ。だからなんていうんですか、当時なんかこう社会問題になっていた妻に先立たれた孤独死の人みたいなね。さあれ何の回かな。だからヤバいのが一人だけ書いてあって、確かなんか池蘭さんかどうかの池がなんかでこう一人ぼっちして、あれモルダルシーンかな。その時なかなかいい感じ。いい絵撮ってもらいましたね。もうよく言われましたもん。本当にかわいそうでね、なんとかしてあげてくださいっていうね。もう応援されましたから。それでも撮ってこれたのかもしれませんね。いい演技のおかげ、いい絵を撮ってくださったおかげです。ありがとうございます。最終回にこれ皆さん見返してね、いただきたいんですけど、最終回で我々は基地のね、瓦礫の下敷きでガーってで、普通の皆さん幹部はドッカーンなんですけど、我々はドッカーンではなく瓦礫の下敷きになっちゃうんですね。あれはやっぱり監督がなんか死んでるのか生きてるのか分かんないような感じにしようかなってしていただいたんですよ。ドッカーンヤバツエのキャラクター自体も中間管理職だから、殺すに忍びないっていうことがあるんだと思うんですよ、おそらく。これはちょっと嬉しいですよね。視聴者的にもね、殺さないでとかそういうのはあるんじゃないかなと思うんですよ。そういうの訓練じゃないですかね。しかも手をつないでくれって言うんですよ、監督がね。こうやってね、こうやってね。あれはね、結構ファンの方からはね、なんか2人の愛をっていうのをね、思いました。でそこに初めて花束いただいた。よかったいただけて。でもそれでもレイさんはどうしても死にたくないって言って諸田さんに詰め寄って、最後出させてくれって言って銀座の街をね歩いたんですよね。そうだ、死んでねえじゃん。
は見てのお楽しみです。で最後にあれは何、姉さんがそう言ったの？いや僕はそう聞きましたよ。私諸田さんにが監督に。おばあさん押してなんか意地悪にこう横断歩道を渡っていった。そうあの時に私がなんとかして本当はそんなのないんだけど、じゃああそこにでも出ればってこう監督が言ってくれたって。銀座のすき家橋のね交差点のところでね思いっきり撮影やりましたよね。ありがとうございます。いやもう本当になんかいろんな話がね話をしたいんですけど、気が入ってしまいました。またじゃあまた次回もやめてくだ次も。ボル2。いや本当にありがとうございました。本当に来ていただけて嬉しかったです。初めてのね話もいっぱいありがとうございました。諸田仁志。大村さん。諸田